これもうとにかく徹底的に考える。これをほとんどの人がやってない。で、ハンドメイド作家業で成功してる人、食べていけてる人っていうのはこの考え方があって絶対にこれをやってる。はい、お疲れ様です。西田麻也の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、ハンドメイドで食べている人の思考というところでね、考え方の違いの話をね、2つします。これね、めちゃくちゃ大事な2つです。で、これはね、実際に僕がやってきてることだし、ハンドメイドだけで食べている作家さん、そういった人とね、みんな共通してると思う、考え方は。で、これ何もハンドメイド作家だけじゃなくて、スポーツ選手でもそうだし、どの業界でも、自分が目指すところで戦えている人たちっていうのは、もう同じ考え方を持っている。もう共通している事項。で、多くの人が、この考え方が抜け落ちてるわけじゃないんだけれども、真剣に考えてやってないから、だから自分のやりたいことを成し遂げることができてないっていう、この2つのね、話をしたいと思います。今ね、ハンドメイド作家っていう仕事が、もうほんと職業にできる時代なのね。で、副業でもいいのさ、本業でもいいの。どちらでもいいんだけれども、仕事にしたいって思ってる人はたくさんいるわけね。でも、なぜ多くの人ができないのか。今、ハンドメイド人口がさ、作家人口がだよ、1000万人とも言われてるわけね。でも、そのほとんどの人が、ハンドメイドで月5万円すら稼ぐことができない。食べていくなんてとてもじゃないけどできないっていう状態が起きてるね。これはね、やっぱり昔と変わってないの。もちろん、一昔前、二昔前よりも、ハンドメイド業だけで食べている人っていうのは間違いなく増えてる。だけど、この食べていけてる人たち、作家さんたちっていうのは、やっぱりね、今から言う2つの考え方、ここがしっかりできているからこそ、それを成し遂げることができてるんだよね。というわけでね、この2つの考え方をね、話をしていくので聞いていってください。まずね、結論から言うとね、この2つです。まず1つはね、やるって決めること。ハンドメイド作家として食べていくんだって思ってんだったらもうやるって決めちゃうの。もうここ決めてないから行かない。それがまず1つね。2つ目がね、もう成功すること、できることしか考えないっていうこと。ここがね、すごく大事。これね、1つ目の話とリンクもするんだけども、なぜ多くの人がやるって決めれないかっていうと、失敗したらどうしようって考えるわけ。もうね、始める前から何もやってないのに、もうね、うまくいかなかったらどうしようっていう本当、できない理由と言い訳から入る。そんなことしてたら、できるもんできなくなるじゃん。っていうことが多くの人がやってることです。なぜ僕が今こうやってハンドメイド作家業だけで食べていけるかって言ったら、もうね、やるって決めちゃったんだよね、最初に。できる根拠もへったくれもないの。もう自分の勝手な思い込みで、これいけるなって思ったの。あとはもう、じゃあもういけるって思ったからやろうって決めたの。だってもうやるって踏み切らないと始まらないからさ。で、やるって決めるっていうことがすごく大事。やっぱりこう、みんなね、できたらいいななの。で、できたらいいなってぼやっとしてるじゃん。今ね、みんな多分ね、それぞれすっごい頑張ってるの。例えば、イベントにさ、出展したりとか、そのイベントに出展する作品作りだってめちゃくちゃ大変でしょ。で、時間とかさ、労力を使ってめちゃくちゃ大変な思いして作品準備して、そして出展させてもらったけど、お客さんになかなか売れなくて困ったとかさ、でそういったね、苦労をしてるんだけども、なかなか結果に結びつかないっていうのはもうほんとこれなの。この決めてない。こうやって頑張って売れるようになったらいいなっていうスタンスでやってるから売れない。SNS とかでね、よくみんな発信してるのがね、イベント出したけど集客できなかった、売れなかったとかさ、なんかそんな泣き言ばっかりって言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないけど、僕からしたら泣き言にしか聞こえないのね。で、なんでかって言ったら、やっぱりここに話がきつくんだけど、やっぱり結局ね、本人が決めてないの。決めてないから売れないの。イベント一つの話にしても、じゃあこのイベントに参加して、この時にもう絶対にこの日でいくら売り上げる、5万円売り上げるって決めちゃいなよ。決めてないんだもんみんな。
5万円くらい2万円くらい売り上げたらいいかなってやってるから売れるわけない。決めちゃうの。5万円なら5万円売る。で大事なのは決めちゃったんだから、じゃあ次に考えなきゃいけないのはどうやったら5万円で売れるんだろうを考えなきゃいけない。これもうとにかく徹底的に考える。これをほとんどの人がやってない。でハンドメイド作家業で成功してる人、食べていけてる人っていうのはこの考え方があって絶対にこれをやってる。もう決めちゃってんの。5万円でこの日5万円の売り上げ絶対作るんだって決めたら、じゃあ5万円売るために何しなきゃいけないんだ。今までと同じやり方でやってたら絶対にいかないんだから、じゃあ違うこと仕掛けなきゃ。単価安いんだったらじゃあ単価の高い作品も準備してみようかとか、あるいはね、お客さんに宣伝するために今までと違うやり方しなきゃいけないからどうしなきゃいけないか。今まで50人しか集まってくれてないのをじゃあ10倍の500人集めるんだったらどうしようかっていうふうに考えるの。ほとんどの人がそこまで考えてない。だからできてない。そこまで真剣に考えたら絶対できるから。絶対できるから。ということでね、これね2つ目の話につながるんだけど、そうやって言うと今頭の中で思った人もたくさんいると思うけど、いやそんなの口で言うの簡単じゃんとかね、いやそんなこと言ったってさっていうふうに思ったと思うのね。だそれがまさにこの話で、できない言い訳とかしだしたらもう切りない。そんなこと言っててもだってなりたい自分になれないじゃん。だからもっとポジティブにいこうよ。もうできることだけ考えな。だからもちろんね、できない失敗したらどうしようっていうことを一切考えないで調整する、それは無謀だよ。だから考えるのはいい、想定するのはいい。ただし、いやもしうまくいかない、こうやってこういう風になったらどうしよう、じゃあそのどうしようっていうことが起きないために何をしなきゃいけないかなって考えているのがハンドメイドだけで食べている作家さんたちの考え方。もうここが決定的に違うの。みんな多くの人はできなかったらどうしよう、こうなったらまずいよね、だからやんない方がいいよね。違う違う。こうなったらどうしよう、じゃあそうならないためにどうしなきゃいけないだろう。でここに問題があるんだったらこれ解決すればいいんでしょ。じゃあ解決する方を考えりゃいいじゃん。それでここの問題なくなるじゃん。いけるじゃん。じゃあこの問題が絶対に解決しない問題だったら、じゃあこのまま行くってこれにぶつかるんだったら違う道行きゃいいじゃん。違う方法を選択すればいいだけじゃん。それは考えれば考えるほど絶対にいろんな方法があるわけよ。だってね、成功の方法なんて何万通りもあるわけよ。人それぞれやり方も違うしさ。だからとにかく物事を成功させるための方法なんて一つじゃないの。何通りもあるの。その何通りもあるものを考えてないから見つけられないの。で、考えないのはなぜかって言ったら、やるって決めてないから。もう決めちゃうの。できるできないじゃない。やるって決めるの。そしてやるために、それを成功するために何が必要なのかを考える。問題があるんだったらその問題はどうやってクリアしたらいいか考える。クリアできないんだったら別の手段がないか考える。あとね、最悪のことも考えたらいいよ。最悪のパターンを想定しておく。で、その時にね、みんななんか失敗したらどうしようってチャレンジをしないんだけども、チャレンジしないことこそが最大の失敗してることにみんな気づいてないわけよね。だってさ、起きてもいないことに勝手に不安になってちょっと考えればさ、あ、こういうふうにやったらうまくいくんだ、解決できるんだって考えたら分かるのに、その考えすらしないで、ね、そこが思考停止してるって言われるところなんだけども、考えることすらせずに勝手に不安になって勝手にビビって一歩も進まない。なりたい自分に1ミリも近づいてないじゃん。なりたい自分、なりたい未来があるんだったら、これを叶えたいんだったら、じゃあ今までと同じことをやってたら絶対にここには行かないの。ここに行くためにはね、今までやってきたこと、その過去の経験、成功体験とか失敗も含めて、今までと同じことの延長線上でやってるとここには行かないの。若干軽く上がっていくくらいしか行かなくて、ここには行かないの。ここに行くためには
今までやってきたこと、経験、成功体験、失敗体験、いろんなもの全て、それを大きく変えるような挑戦をしないといけない。ここには。だから変わらなきゃ、変わろうとしなきゃ、なりたい自分になんてなれないんだから。だからまずは変わるためにもやるって決めちゃう。ダイエットとかだってそうじゃない。痩せたらいいなと思って明日から甘いもの控えようかなって思ってたって控えないじゃん。でもさ、例えばそうだな、結婚式があるから、着たいドレスがあるから、だから絶対何月何日結婚式だから、それまでに絶対に何キロ痩せるんだ、ウエスト何センチにするんだって明確な目標を立てたらめちゃくちゃ頑張るじゃん。絶対にやるじゃない。だから多くの人がさ、ドレス着れたとかってやってるわけじゃない。あれはもう明確な目標がね、しっかりと設定されたから、自分でやるって決めたから。あとはもうそれをできなかったらどうしようなんて考えないよね。もう絶対着るんだって、もうできることしか考えない。できることしか考えないでやったらめちゃくちゃ楽しいよ。だってなりたい自分にめちゃくちゃ近づいてんだもん。すっごい楽しい。だけど多くの人はできなかったらどうしようって考えちゃうから、もう不安でしょうがない。夢に向かってるはずなのに楽しくない。そこがね、自分のやりたいところにたどり着いて頑張れてる人と、まだそこに行ってない人たちの考え方の違い。これはね、この2つはとても重要なところだし、もうこの2つさえあれば絶対に行くから。だからこの2つをね、決めないでっていうかさ、決めることも決めないで、できない理由と言い訳しか探さない、そういう人たちがどんなに素晴らしいテクニックや技術を学んでも絶対にそれを生かすことができない、ね、テクニックとかそんなもんどうでもいいの。とにかくね、これやるって決めることなの。あとはその失敗したらどうしようじゃなくて、できることを考える。常にそうしたらテクニックも技術も何も全て後からついてくるものだから。その順番がみんなは間違ってるよ。先にテクニックを手に入れたら行くと思ってるけど、テクニックを学んだって行ってないでしょ。教室とか講座を買ってやってみたけど、自分のなれる未来にちゃんと近づいてる人はいいよ。一歩でもね、近づいてたらいいけども、なんか習っただけで終わっちゃったなっていう人多くない？それは何ができないかっていうと、今言ったこのやるって決めるっていうこと、そしてできることだけを考えるっていうこと、この2つ、これすっごく大事だから、これをねしっかり考えてやるようにしてみてください。はい、というわけでね、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。